今回の目的地は長野県霧ヶ峰。三菱のエアコン霧ヶ峰で名前は聞いたことがある山々で、その中の車山に行きます。この山の特徴としては、リフトで駐車場から頂上まで行ける簡便さと、そこから歩いてハイキングもできるところです。車山一帯は車山高原と呼ばれており、高山植物が多く Windows XP の壁紙のような景色が楽しめます。山登りをする人もただ観光をする人も両方が楽しめる場所です。それでは車山での予定と金額について見ていきましょう。旅マネレコード。ここは車山高原駐車場。車山の駐車場から頂上まで行く車山展望リフトの乗り口です。ここまでは朝8時20分に松本を出てヴィーナスラインを通って10時10分に到着しました。近いイメージだったので意外と時間がかかったなという印象です。最初に券売機でチケットを購入します。ここ車山高原駐車場から乗る展望リフトは SNS でも有名な観光地の一つになっています。冬はスキー場でスキーのリフトとして使われて、冬以外は観光用のリフトとして使われています。そのため建物の中はスキー場の設備となっています。ここから先、自販機とトイレがなさそうなので寄っておきましょう。旅マネレコード。見るからにスキーのリフト。季節外にこのタイプのリフトに乗ること自体にワクワクします。山頂までのリフトは全部で2本。乗っている時間は片道約25分です。1本目のリフトの名前がスカイライナー、2本目のリフトはスカイパノラマと言います。下草が多く木が少ないという独特な地形を楽しみながら中間地点まで向かいます。スカイライナー終了。ここにはトップス360度というレストランがあります。 Google マップ上の評価は良かったのですが、今日はコロポックルヒュッテに行ってみたかったのでパスで、次の2本目のスカイパノラマに乗ります。スカイパノラマは角度が急で高度が上がっているのが分かります。足元には水が流れていて、耳でも景色でも楽しめました。頂上に着きました。すごーい。眺めは圧巻です。今日は全体的に雲がかかっているのですが、それがかえって幻想的に見えます。車山の頂上全体はこのような形になっています。今いるのはここ、リフトの発着場。少し階段を上がると車山展望テラス、車山神社があります。実際に車山展望テラスまで登っていきます。道はとても整備されていますね。さて、上に到着しました。このレーダーは気象庁の車山気象レーダーだそうです。さて、ここが車山展望テラスです。足元が網になっていて下が見えるようになっています。ここからの景色も綺麗ですよね。さて、ここからはランチにコロボックルヒュッテを目指します。少し山を降りたところにあるので若干の登山です。緊急事態です。
道がわからない。山頂が広すぎてどっちに降りればいいのか分かりませんでした。山頂で掲示されているマップだとどこの起点に地図が書かれているのか分かりづらいです。道をミスると登り返さなくてはならないので一発で決めたいところ。周りの人に聞いて分かりました。山頂のリフトと反対側、山頂標識の奥に降り口があります。危なかった。観光地でも山であれば油断せずマップをダウンロードすべきですね。さて、気を取り直してランチを目指して下っていきます。道は広く登山道という感じではないですが、勾配はあるし砂利も大きいので靴はしっかりしたものがいいです。おっと、これは行列の雰囲気。行列。到着するのが遅すぎました。時間はお昼時真っ只中。実はコロボックルヒュッテ自体は車山形駐車場にあるので、わざわざ歩かなくても行けてしまいます。なのでお昼時は混んでる。ただここを逃すと飯にありつけないので並びます。やっと入れます。一番景色のいい席に通してもらえたのではないでしょうか。美味しそう。さあご飯だ。名物はボルシチとサイフォンコーヒー。もちろん全部美味しかったです。予想外だったのはティラミスが山の中とは思えない美味しさ。大満足。旅マネレコード。さあリフトに向かって帰りましょう。下から見ても綺麗だな車山。頂上に帰ってきたらさっきは混んでいたのに空いていました。空いたので神社に参拝。山の上にぽつりと立っているのがかっこいいです。今度こそリフトから帰りましょう。風が冷たくなってきました。この時期だと薄着でも寒いぐらいです。駐車場まで帰ってきました。車山はリフトへ登って帰ってもいいし、歩いても目で楽しめてよかったです。今回のタイムスケジュールはこんな感じでした。松本を出たのが遅れたのと、頂上で迷ったのでランチに行くのが遅れてしまいました。合計金額は8800円。ネットに掲載されているリフト代が6000円だったのですが、私が行った時は5000円でした。シーズン料金なのか、行った直後に値上げされたのか。今回の旅はいかがだったでしょうか。良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。